さん、今日もお読まれくださいました。ありがとうございます。今日はですね、少し暗いお話になるかもしれませんが、死について、少し考えたことを皆さんに聞いていただけたらなと思っております。皆さん普段ですね、死というものについて考えることありますでしょうか。実は私はですね、幼い時というかですね、小学生の時とか、死ぬことがすごく怖くなって、夜眠れなくなる、そのような時もありました。死んだらどうなっちゃうんだろう、そういう漠然とした不安にですね苛まれることがたびたびあったんですけれども、考えてみますと、この年を取っていくごとに、そういう死について考える時間はですね、恥ずかしながらどんどん減っていって、あえて目を背けているのかもしれないんですが、ただ、死について深く考えることは、今はなくなってしまいました。でこれ大体そうだと思います。元気でいる時はですね、あまり死について考えないんじゃないかなと思うんですね。健康でいる時は健康でいることのありがたさ、そのようなことはあまり考えません。病気になって初めて、健康って本当にありがたいことなんだなっていうのを身に染みて分かるんだと思うんですけれども、死も一緒でですね、生きていることが当たり前の状態の時はですね、死についてあまり考える必要がないというか、考えることがないんじゃないかなと思うんですけれども、ただ、先ほどの健康と病気ということと同じように、この今生きている生を考える時にはですね、やはり死のことを考える、これもすごく大事なことなんだなというふうに、最近になってすごく思います。これは僧侶になってですね、お葬式であったりご法事、亡くなった方と向き合う、時間が増えてきたことで、そういうことを、思うきっかけにもなったのかもわからないんですが、お釈迦様もですね、まず生きることの苦しみを自覚しなさいと、そこから悟りへの第一歩が始まるというようなことも残されています。で今日お話しさせていただきたいのは、武山派の僧侶の方で、田中正宏さんという方がおられました。実は、もうお亡くなりになった方ですけれども、去年ですね、去年お亡くなりになったわけですけれども、実は去年の、1月か2月か、年始にですね NHK の、番組に田中さんが、特集されていまして、で田中さんはですね、僧侶でありながら、お寺に診療所を設けまして、お医者さんとしても活動してこられた方です。ですので僧侶としても、そしてお医者さんとしても、日々働いてきた方であります。でその田中さんがですね、末期の膵臓がんに、かかってしまう。でもう自分の死期が近づいているということを自覚しながら、そのテレビ番組のインタビューに、答えられていて、なんかすごく身にしみる、印象深い、インタビューでもありました。でその田中さんは自分と同じそのがんと向き合っている、方を集めてですね、その語らいの場を、設けておりました。いろんながんを、今現在がんを治療している方もいれば、一度、かかって再発を恐れているような方もいらっしゃる中で、お話があったんですが、私ある一人の、女性の方のお話がすごく印象的でありました。その方はですね、一度乳がんにかかって、この 2,3 年間ずっとこの再発するんではないかという、そういう恐怖に苛まれてですね、ずっと苦しみながら生きてきたと、恐怖を持って生きてきた、再発したらどうしよう、そのようなことばかり考えて生きてきたけれども、ある時ですね、どうにもならないことはどうにもならないというふうに、気が付くことができたっていうようなことをおっしゃってました。でまたですね、今自分が生きていられるというのは、何か自分に今生きているうちにですね、やるべきことがあるから生かされているんじゃないか、そのような気持ちにもなったっておっしゃってたんですね。でそのようなことを考えると、
今命があることが、そのこと自体がもう丸儲けなんだと、そのような思いになっていったということですね。そうすると明日、まだ見ぬ明日にですね、素晴らしい出会いが待ってるかもしれない、素晴らしいことが待ってるかもしれない、そのような思いになって、すごく前向きに生きることができるようになったんですっていうようなことをおっしゃってました。私その話を聞いてですね、そうやって死と向き合った時に初めてですね、今生きていることの本当のありがたさっていうことをに気づかされたんじゃないかな、そのように思います。死を意識することによって生が輝き始めるっていう、そういうこともあるんだな、そういうことを考えるとですね、そういう生きていることのありがたさを分からずに不平不満ばかり言って時間を浪費している、こういう、私のような健康な人は本当に、損してるなというふうにも思うんですね。本当に限られた時間の中で一瞬一瞬大事にして生きていかなきゃいけない、明日一日生きたかった人が生きられなかった一日を我々が今生きているということを思うとですね、本当に、かけがえのない一日を生きているんだなというふうに思うわけです。で、ここでですね、今日ご紹介したいのは、A六輔さんも、お亡くなりになりましたけれども、A六輔さんがですね、大往生という、ご自身の、著書の中で、の文章をちょっとご紹介させていただきます。人は死にます。必ず死にます。その時に生まれてきてよかった、生きてきてよかったと思いながら死ぬことができるでしょうか。そう思って死ぬことを大往生と言います。そのような言葉を残されているんですね。感謝の気持ちで人生を送ることなどね、それが一番大事なことなんだなということに気づかされる文章でも、あります。でもう一つですね、これも A 六輔さんのお言葉ですけれども、生きているということは誰かに借りを作ること、生きていくということはその借りを返していくこと、誰かに借りたら誰かに返そう、誰かにそうしてもらったように誰かにそうしてあげようというお言葉がありました。本当に生きることの意味を考えさせられるお言葉だなというふうに思います。で、私も修行時代、あるいはそのお遍路さんしている時にですね、たくさんの方に、お接待をいただき、そして支えをいただいたんですね。で、特にお遍路さん歩いている時なんていうのはもう二度と会えるかもわからない、ほとんどが二度と会えないような方にですね、その時だけの、心のこもったお接待をいただくんですね。で、最初はどうやったらこの人たちに、恩返しすることができるんだろうというようなことを、考えたこともあったんですけれども、で、恩の返し方っていうのはその人に直接返すというやり方もありますけれども、誰か違う方にですね、その受けた恩をまた違う方に返していくっていう、そのご恩の循環といいますか、そういう、直接返すんではない、誰かまた違う人に自分がそうしてもらったように返していくっていうことの大切さ、が、この A 六輔さんのお言葉にも現れているんじゃないかなというふうに、思いまして、今日はそのようなお話をさせていただきました。本当に一番大切なことは生きているだけで本当にありがたいことなんだということを気づくことかなと思います。人間の一生っていうのは思っているより長くありません。本当に限られた時間を生きているであれば、諸行無常という教えはですね、その一瞬一瞬を無駄のないように一生懸命生きていこう、感謝して生きていこう、そういう教えなんだろうなというふうに思いますので、毎回同じような話になってしまうんですけれども、やはり一日一日を大切に感謝しながら生きていきたいと思っております。今日もお話を聞いてくださいましてありがとうございました。またこのごま堂でお待ちしております。ようまいでございました。